やっぱり人間なんて好きになるんじゃなかった。その彼女の瞳に映った感情は、後悔でも怨嗟でもなく執着に見えた。だから自分の中に一瞬にしてたくさんの感情が生まれたけど、最後に残ったのはこんな言葉だった。はあ、そうか。この気持ちも恋なのか。私はまだ恋をしたことがない。本やネットでキラキラした恋の話を読むのは好きだし、友達の恋愛話を聞くのも好きだ。けど、高校生になっても私にはまだ訪れない。いつか私もそんな眩しいような恋をする日が来るのだろうか。そっか、なるほどね。放課後の礼拝堂。幼い頃から敬愛するシスターに打ち明けたのは、そんな悩み事。小中高一貫のミッションスクールに通う私にとっては、おばのような存在だろうか。なずなさん、そんなに心配することはありませんよ。そうでしょうか、シスター。なんだか置いていかれてるみたいで。焦らなくても大丈夫ですよ。なずなさんが正しい行いを続けていれば、いつか自然とその機会に恵まれるはずですから。そうだといいのですが。心配しないで。きっと素敵な出会いが訪れます。シスターにも私と同じような悩みがあったのですか？ええ、私の初恋も遅かったですから。お相手はどんな方だったのですか？秘密です。そうか。日々正しい行いをしていれば、きっとなずなさんの望みも叶うでしょう。正しい行いですか？ええ、自分が正しいと思えることを毎日積み重ねてくださいね。シスターの語る正しい行いが何なのか、私にはよくわからなかった。けれど、私の望みは思っていたよりもずっと早く叶うことになるのだった。西日が差し込む西洋風のお屋敷の中で、白いネグリジェに長い黒髪の美しい女性がベッドに横たわっていた。少しだけ苦しそうにしていて、誰かに助けを求めているようにも見えた。その人を助けることが、私には正しい行いのような気がした。私が近づくと、女性は薄く目を開けた。それから上半身を起こして、驚いたような表情をした。どうして？ごめんなさい。苦しそうな声がして、勝手に入っちゃって。はあ、私はまだ生きているのね。えーっと、いえ、こっちの話。それより、あなたは誰？えっと、私は、なゆきなずなって言います。近くの学校に通ってて。なゆき。え、はい。なゆきなずな。はあ、そう。そういうこと。ごめんなさい。いいの。全部あなたとは関係ない話だもの。そう言って、彼女はため息をついた。その病的なまでに、白く、美しい横顔には、悲しみとも憂いともつかない表情を浮かべていた。
ロゼ。えっと、私の名前。はい、ロゼさん。うん。西日が差し込むだけのその薄暗い部屋で、ロゼは儚げに微笑む。私に向けられたその微笑みに、嬉しいような、どこかが狂ってしまうような、そんな変な感覚に陥った。大丈夫ですか？死にそうだわ。まだ生きてるのが不思議なくらい。大丈夫なんですか？救急車とか。いらない。あの、何か私にできることがあれば。何でもしてくれるの？できることなら。ならなら血が欲しい。血って、献血とかですか？だったら病院に行った方が。ダメ。あなたの血がいいの。あなたじゃないとダメなの。あなたじゃないと絶対に嫌なの。ロゼはとても真剣で、泣き出しそうで、何かしてあげないといけないと思わせる、そんな顔で私を見ていたから、私は、いいですけど、何すればいいんですか？こっち来て。ベッド入って。いや、早く。えっと、はい。あの、うるさい。口答えしないで。そう言って、ロゼは私に馬乗りになると、首筋に牙を立てた。我慢して。あ、そうしてしばらく、私たちは同じベッドの中で過ごした。ロゼが、なぜ私でなければダメだと言ったのか、それはまだわからないけど、彼女を助けることが正しい行いだと信じていた。私に馬乗りになったロゼは、私の制服のスカーフを取ると、シャツのボタンを外した。家族以外の誰にも見せたことのない肩から胸元までの肌が露出する。恥ずかしい？はい。これはくすぐったいです。かわいい。これ、献血と関係あるんですか？あなたを恥ずかしめたかっただけ。じゃあ少しだけ我慢して。ロゼが首元に牙を立てると、肌から血がにじみ出たのがわかる。彼女はそれを丁寧に舐めている。痛い？平気です。ちょっと恥ずかしいけど。そう。ならよかった。気づくとロゼの手が私の下着を撫でるように動いていた。布越しに送られた優しい刺激は神経を通して私の脳に届いている。これ。いや、その問いに私は首を横に振った。
初めての感覚ではあったけれど、嫌ではない。むしろ、物足りないくらいで。ちゃんと口に出して。嫌じゃないです。本当？じゃあ、どんな気分なのか教えて。と、気持ちいいですけど、もうけど？少し強くしてほしいです。ロゼは笑うと、少しだけ刺激を強くしてくれた。手のひらで全体をこねるように動かしながら、時折、突起に人差し指をかけるようにもてあそぶ。脳に届く刺激は、自然と声になって出ている。そここが？もっと、ください。快楽の前に、理性はどこかに飛んでしまって、私は、ただ気持ちよくなるためだけにロゼにお願いをした。だらしない顔。意地悪そうに笑うロゼは、でも、私をたくさん気持ちよくしてくれた。ロゼを助けるためにした行動は、本当に正しいことだったのかはわからない。けど、ロゼの言葉は、頭の中で反芻していた。あなたじゃないとダメなの。その言葉の真意を測りかねていた。なるほど。ナズナさんはその方の言葉が忘れられないのね。ええ、どういう意味だったのかなって。ナズナさんはその方が気になっているのかしら。そうなのでしょうか。うーん、多分ね。その気持ちがどこから来るものなのかは私ではわからないけど。どこから？でも気をつけてね。何をですか？正しい行いであるかどうかってこと。無防備なのもナズナさんの魅力だけど、断るときははっきり断らないと。あ、ナズナさん、ええ。あなたは特別です。とか、あなたじゃないとダメです。なんて言葉、誰にでも言う人もいるからね。はい。ナズナさんは正しい行いを忘れないようにね。シスターにも、そういう経験があるのですか？まあ、私にも大切な人がいたってことです。苦笑するシスターは、楽しそうでもあり、どこか寂しげでもあった。前回より少し遅い時間にロゼを訪ねると、ベッドの上にいる彼女の顔色は以前よりも少し良くなっていた。また来たの？ええ、この間よりも健康そうで安心しました。血をもらったからね。また死に損なってしまったわ。血って結局何だったんですか？説明したでしょ？聞いてませんけど。なんで聞かないの？ロゼが強引に押し倒すから。何その言い方。あんなに気持ちよさそうにしてたのに、文句があるの？いや、私が何も言えないでいると、ロゼは楽しそうにクスクスと笑った。私はね、吸血鬼なの。吸血鬼？そう。
吸血鬼、生と死の超越者なんて呼ばれて、人間よりも寿命は長い。けど実際は人の生き血を飲まないと弱っていくばかりの儚い存在。冗談ですよね。この世界にはあなたの知らないことがまだまだあるってことね。私もこう見えて200年は生きているわ。血をもらったのは何年ぶりかしら。ロゼは笑っているけれど、冗談を言っているようには見えなかった。人間を襲って無理やり血を奪うような野蛮なやつもいるけどね。私はいつ死んだって構わないからそんなことしないけど。そんなことは。さて、日も落ちたし行きましょうか。行く？外に出るからついてきて。ロゼは立ち上がり、私の手を引いた。その細い指先はとても冷たかった。どこかふわふわとした心地のまま、ロゼに手を引かれて夜を行く。トクトクとした拍動が伝わってしまいそうで少しだけ怖いけれど、それはなぜなのだろう。外に出るのなんていつぶりかしら。どこに行くんですか？あなたも知ってるところ。もう着くわ。そう言われ、黙ってロゼについてゆく。落ち着かないまま到着したのは、私の通っている学校の校門前だった。話しちゃダメよ。ロゼがそう言った瞬間に、ふわりと体が浮き上がった。数メートルはある校門の柵を悠々と飛び越える。まるで魔法のような出来事に、開いた口が塞がらない。何を驚いてるの？今のって。まあ、人間には無理かもしれないわね。本当に人間ではないんですね。疑ってたの？まったく。そんな風に不満を表しながらも、ロゼは私の手を引いたまま迷わず進んでゆく。来たことあるんですか？ええ。もう100年くらい前の話だけど。着いたわ。この建物もずいぶん古くなったわね。目の前にあるよく見知ったはずの礼拝堂が今は違う場所のように思えた。ロゼに手を引かれて礼拝堂に入る。胸の内は相変わらずふわふわとしていた。それは悪いことをしているという背徳感から来るものだけではないと私には分かっていた。こっち。左右に並んだ長椅子の間を抜けて二人で壇上に登る。ロゼは私の両手を取ると向き合うように二人で立った。ずっと来たかったの。そうなんですか？ええ。昔、ちょっとね。ステンドグラス越しの月明かりが彼女の肌で白く反射する。その様子は私の語彙では形容できないほど美しかった。愛してるって言ってくれる？え？お願い。愛してます。ずっとそばにいてくれる？はい、ずっとそばにいます。私を置いていかないって約束して。置いていきません。約束します。私の言葉にロゼは少し寂しそうに笑った。その笑顔を見た時にずっとふわふわしていた私の気持ちに
やっと名前が付けられた。ああ、恋なんだ。恋なんだ。この気持ちこそが恋なんだ。ごめんなさい。え？嫌な役をさせてしまったから。私が戸惑っていると、ロゼは胸のロケットペンダントを開いた。その古い写真に女性が写っていた。私の初恋の人。昔ここで告白したの。彼女は強くて美しかった。でもそれ以上に儚かったわ。人間に恋なんてするものじゃないわ。すぐに死んでしまうのだから。それって。お人形ごっこに付き合わせて悪かったわ。満足したし帰りましょう。歩き出したロゼを引き止めるのは私にはできなかった。やっぱり人間なんて好きになるんじゃなかった。その彼女の瞳に映った感情は後悔でも怨嗟でもなく執着に見えた。亡くなってしまった人に対する哀愁と未練はすなわち私への無関心を示すものでもあったから、私の中にたくさんの感情が生まれた。それは憐憫で同情で羨望で疎外感で孤独感で自傷感情で逃避衝動で、そして最後に残ったのはこんな言葉だった。はあ、そうか。この気持ちも恋なのか。恋とは何なのかわからなくなってしまった。恋はもっとキラキラと輝くものだったはずなのに、もっと楽しくて踊るような心地になるはずだったのに、今はただただ苦しかった。それは嫉妬？そうなのでしょうか。自分の気持ちを無理やりに分類しなくてもよいけれど、感情に名前をつけてあげることで整理できることもあるからね。私は誰かに嫉妬してしまうような醜い人間なのでしょうか。私の言葉にシスターは答えない。ただ静かに微笑んでいる。嫉妬するくらいその人は素敵な方なのね。素敵かな。どんな方なの？確かに綺麗ですけど、意地悪だし強引だし。そういう人が好きなの？私はもっと優しい人が好きだと思ってたんですけど。他には？吸血鬼です。吸血鬼？信じられませんよね。私もまだ信じられないです。ええ、驚いた。それって本当？多分本当です。そう。吸血鬼と恋なんてできるんでしょうか。さあ、わからないけど、その人のこともう少し詳しく教えてくれる？シスターは深く考えるような顔をした後にロゼのことについて深く尋ねた。その後の数日間、シスターは学園から消えてしまった。また来たの？
ロゼの顔は以前よりもさらに痩せ細り、正気を感じさせない。体調、良くないの？何をもっていいとするかによるわね。どういう意味？私はもうすぐ死ぬけど、それが私の望みだから。死にたいってこと？ありていに言えばね。どうして？これ以上この世界にいる意味がないから。沈むような感弱の中で、私は必死に言葉を探していた。ロゼを失いたくない。もっと生きていてほしいという思いはあるけれど、ロゼを説得するだけの言葉を持っていなかった。あなたにも迷惑がかかるわ。迷惑って何？言いたくない。ロゼは拒絶するように言い放つと、西日の入る窓に視線を送った。さて、そろそろかしら。シスター。そこに立っていたのは、行方不明のはずのシスターだった。左手には白い杭のようなものを持って、右手には木槌を携えている。ナズナさん、来ていたのね。どうしてシスターがここに？ごめんなさい、ナズナさん。でも私にはやらなければいけないことがあるの。シスター。私はこの吸血鬼を殺します。どうして？吸血鬼だからです。それ以上の理由はいりません。シスタ分かってほしいとは思いません。ただ見ていてくださればそれで良いです。ー。なんで？うるさいわ、ナズナ。ロゼ。あなたの知り合いなのね。うん。構わないわ。何度も言ったかもしれないけれど、私はもうこの世界に未練なんかないの。でも。あなた、私が好きなのでしょ？なら、静かに見送ってくれないかしら。思わず息を飲む。そして彼女の次の言葉を待った。ナズナ、私はあなたに出会えたことで、本当に全ての未練がなくなったの。私の初恋の人はね、あなたの高祖母にあたる人なの。あなたは気づかなかったみたいだけど。その言葉に息を飲む。あなたじゃないとダメなの。という言葉。それは、ロゼの初恋の人の影を私に見ていたからなのだろうか。あなたは、あの人に似て綺麗だわ。100年間引きずった初恋だったけれど、あなたのおかげで吹っ切ることができた。好きよ、ナズナ。私もあなたが好き。だから、もう本当に思い残すことなんてないの。ほら、泣かないの。これからあなたは何度でも経験することなんだから。
さあ、どうぞ。ロゼはシスターに視線を向ける。シスターもじっとロゼを見つめていた。あなたも大切な人を私の同胞に奪われたのでしょう。ええ、あなたには関係ないかもしれないけれど。構わないわ。私だって清廉潔白ではないのだから。どいてください、ナズナさん。シスター、お願いです。シスター、私はロゼを殺してほしくありません。私だってあなたの大切な人を奪いたいと思っているわけではありません。ですが、シスターは私に正しいことをしてほしいとおっしゃいました。私の正しいことはロゼを守ることです。ナズナさん、シスターの考える正しいこととは違うかもしれません。でも私は私の思う正しいことをしたい。どれほど沈黙は続いただろう。シスターは今にも泣き出しそうな顔をしていた。ナズナさん、はい。誰かの成長を見るのは嬉しいとともに寂しいものですね。ロゼさん、ナズナさんと一緒にいてあげてください。シスターの言葉にロゼは困ったように笑った。シスターが去ってから少し時間が流れた。後悔するわ。そうかな。ええ。だって私はあなたと同じ時間は過ごせない。私はあなたよりずっと長く生きるのよ。それでも一緒にいたい。先に老いるあなたを見て私の気持ちが冷めるかもしれないわ。それでもいいよ。一緒にいれるなら。本当に後悔しない？うん。私とロゼは一緒に死ぬことは叶わないけれど、それでも今はロゼと一緒にいたいと思う。私はまた残される側になってしまうのね。ごめん。仕方ないわ。好きになってしまったのだから。彼女の言葉にこそばゆいような心地を覚えた。どこにも行かないでね。永遠などないけれど、刹那的かもしれないけれど、それでも私は彼女を愛していこう。